こんにちは。こんばんは。ちょっと、いろいろありまして、今急遽この動画を回してます。僕たちは去年の9月に入籍して、で、そこから本当にいろいろありまして、2人でいろいろ悩んで、話し合って、で、また悩んでというのをちょっと繰り返していて、で、今日、この場をお借りしてご報告させていただこうと思います。僕たち、ゆうきと早川、この度、第一子を授かりましたいやー、マジで、嬉しいことです。正直、こんなに早くですね、子供を授かることができるとは思っていなかったので、本当にとても嬉しいんですけれども、先ほどちょっといろいろ悩んでということなんですけれども、詳しい内容というのが、彩香から言ってもらった方がいいのかな？嘘ではないからね、最初ちょっと脅かそうって感じでやったけど、嘘ではないんですね。私はもともと結婚する前から20代、10代ぐらいから PCOS 多脳胞性卵巣っていうものを患っていまして、わかりやすく言うと自分の力で生理を起こすことができなかったりとか、生理が起きても半年に1回、1年に1回っていう感じ。なぜかというと、卵ができすぎちゃって1個が大きくならないから排卵しない。排卵しないともちろん生理も来ないんですけど、排卵がしづらいと。人よりも大きくなるのが時間がかかる。だから半年に1回とかになってしまうっていう感じで、もともとクリニックには通っていました。PCOS の方って意外と結構いらっしゃってご存知の方もいるかと思うんですけど、不妊症の一つとも言われます。それを自分の中で知っていたので、結婚することが決まった時から、基本的にピルとかホルモンを補充する薬とかで毎月生理を起こしたりしてたんですけども、妊活に向けての薬に切り替えていこうっていうことでクリニックに相談して少しずつ妊活の準備を始めました。だから入籍日は決まっていたけれども、それより前から準備の時間を作って検査だったりとか再度し直したりとか薬を切り替えたりだとか、自分の中では2年ぐらいはかかるんじゃないかなって覚悟して治療を少しずつ始めたんですけども、最初に行ったクリニックはもう本当に生理を起こす薬が欲しくて行ってるみたいなもう近所のクリニックだったんで、でも最初に2ヶ月ぐらいは薬をもらってたんですよ。妊活に向けてのいわゆる排卵誘発剤っていう排卵を起こす薬をいただいていて、でそこからその授からない、当たり前なんだけどまだ2ヶ月ぐらいでもっといろんな検査をしてくれる不妊治療専門のクリニックに転院をして、もう一度いろいろな検査をしてもらい、変わらず排卵誘発剤は飲んでタイミング療法っていう方法で妊活をクリニックと相談しながらやっていて、薬を飲んだ後に排卵するのっていつ排卵するかがわからないから、必ず排卵日付近になったら排卵のサイズ、もうすぐ排卵しますよっていうのを見てもらって、病院といつタイミングを取るかとかもしっかりと話し合いをしてやったりとか、場合によっては注射を打ったりとか、持続させるために少しでも長く卵子が残ってくれるようにする注射とかもあるんですけど、それはでも結局私は不妊治療クリニックに行ってから2ヶ月3ヶ月でできたから、結局薬だけでできたんだけど、ただね、今回、ありがたいことに授かったんだけど、今回でもしまたちょっとできなかったら、次のね、治療が結構大変というか、卵管造影っていう検査があって、卵管が詰まっていたら元も子もないから、卵管に管を通して薬を入れるっていう治療で、すごく痛くて辛い治療が次待っていて、で本来不妊治療クリニックに転院した時点で夫の検査も早くしてくださいって言われていたんですけれども、私の中では夫に負担かけるよりかは自分ができる検査を先にこなしていこうと思っていて、不妊治療って検査には保険が効かないんですね。だから検査代っていうのも本
当に1回2万円とかバカならない額だったので、夫の検査をする前に自分ができることをひたすら先にやっていこうって思ってたから、次にその卵塊の検査が待っていて、でその次に夫の検査などをして人工授精っていうステップに移ろうかなっていうタイミングで今回授かることができました。まあ割と早かったっていうのは、きっと私はもう10代の時からその自分の病を知っていて、ずっとちゃんとクリニックに通っていたし、定期的に検査もしていたっていうのはちょっと良かった点なのかなっていうのはある。付き合った時からそのことは俺聞いてたので、ずっと悩んでて、最初はね、高校生とか中学生ぐらいの時に低体重すぎるって言われたので、体重が軽すぎて私本当にガリガリだったので、それがきっかけで生理が起こりにくいとか言われてたけど、逆にこの数年は多嚢胞性卵巣の特徴なんやけど、ちょっと太りやすくなるっていう症状の方がこの数年は出てたかなっていう。きっかけはガリガリすぎたことだったのが始まりなんだけど、まあだからずっと本当に学生時代からクリニックには通っていたので、もしね、今こう生理が来ないとか思ってる学生さんとかいたら、たまに来るし大丈夫かなとか思ってても、将来のため思ったらちょっと病院とか行った方がいいんじゃないかなってちょっとおすすめします。自分の体のこと知っとくっていうのは本当に悪いことじゃないと思うから、不妊治療に悩まれてる方って本当にいっぱいいらっしゃるし、私も本当にもう毎月できたかなできないかなどうしたらできるかなみたいなとか、すっごいもうちょっとの体の変化でいろんなこと検索したりして、もう妊娠したい欲がもうずっと検索に現れてたんですけども、若い時からクリニックに通ってたってことは本当にちょっと自分の中で良かったかなと思っています。本当に僕たちはありがたいことにベイビーちゃん授かることできたんだけど、僕たちはもちろんなんだけど、彩香のお母さんとか、その周り、自分の家族だったり、友達だったり、彩香のこの事情も知ってる方々に報告した時はすごい本当にもう下手したら僕たち以上にねなんか喜んでくれて、友達とかもね、よくさ、もし彩香ちゃんが産めなかったら私が代わりにこう彩香ちゃんの卵子をお腹に入れて代わりに産んであげるからとかまで言ってくれてる友達とかもいたから、周りもね喜んでくれたし、母も2年ぐらいかかるかな3年ぐらいかかるかなっていうのを見越してやってたから、これまで、私たちは入籍して結局2ヶ月ぐらいで授かることができたんですけども、命を授かるっていうことは奇跡だなと改めて思いました。とはいえね、まだ油断はねできはもちろんしないので、安静にして一応安定期に入ったのでご報告させていただいてるっていう形です。無事にね赤ちゃんを授かることができて、ずっとね私たちの中で10年間付き合っている中で、私もずっとねママになることが夢だったし、ゆうゆうも子供が大好きで私も子供が大好きでっていうのがあったから、どんな治療でも乗り越えて頑張っていこうって思っていた中で授かったので、不妊治療専門クリニックに行くっていうのは結構おすすめかもしれない。私はそれに切り替えた瞬間にできたから、薬だって大して変えてないのよ。気持ちの問題なのかもしれないけど、不妊治療クリニックに来たから大丈夫かもみたいなもうあったのかもわかんないけど、ちょっとわからん。でもやっぱりね、これみんな不妊治療してる友達いて、子供ができた子が言うのも、できてるかなできてるかもできてるかもって思ってる時できてなくて、今月はもうダメだったなみたいな時にできるっていう諸説はちょっとあるなって思いました。それで自分に多分ストレスをかけちゃってた部分も絶対あったから、それまでそれ結構ねいろんなことに通ずるものもあるからね、妊娠じゃなくても人生においてね、仕事だったり、そのプライベートのことだったりいろいろにおいて自分が何にも気にしてない時にうまくいったりとか、絶対落ちたわって思うオーディション受かったりしない。そう僕たちの場合はそのね役者だったりタレントだったりでオーディション行くことあるんですけど、もうやる気でこれは受かったでしょって思うオーディションがやっぱ落ちちゃって、逆にあんま今日これいまいちだったな、多分落ちたなって思ったオーディションが意外に受かっちゃったりとかもやっぱするので、気持ちいいよな。リラックスできてるんやと思う。今日無理だったなみたいな時の方が本当に悩みすぎない方がね、もしかしたらいいのかも。今回のねこの動画は僕たちの本当にその妊娠報告動画ではあるけれども、不妊治療についてちょっとお話ししたいなっていうのもあったので、悩まれてる方々がもしいらっしゃったら、この動画を見てちょっとでもねなんかその、今勇気づけられたりっ
まだ言えないかもしれないけど、ちょっとおこがましくて、ちょっとでもね、参考になったらいいなと思って、この動画を回させていただきました。はい。まあこれからそうだね。家族が増えて、まあ僕はもちろん大黒柱として頑張んないといけないですし、彩香はね、一人のママとして、これからも大変だと思うんですけれども、頑張ってもらって、僕たちは僕たちで本当に支え合って、新しいね、僕たちの子供を気持ちよくお出迎えできるように、より一層精進していきたいと思います。はい。今後ともね、温かく応援していただければ嬉しく思います。よろしくお願いいたします。では、僕たちのご報告動画でした。でした。バイバーイ。